はい、皆さんこんにちは。マークティチャンネルへようこそ。今日もご覧いただきありがとうございます。今日はですね、なんとこのビッグな対談ということで、こんな僕のチャンネルで流していただいてありがとうございます。ご紹介いたします。谷口さんと赤塚さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あと全然ビッグじゃないです。僕は全然谷口さんと対談させて僕のチャンネルではもうね、このお二人が出ていただくのは夢でしたからね、なかなかね。もう叶いましたね。叶いましたね。もう YouTube いつでも大谷と同じ感じでもう夢叶っちゃいましたね。で、今日の進行をしていただきます三木丸さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そう、なんでマーク T さんのチャンネルで私が MC をするかっていうと、普段イベントで MC はしているんですけど、車に関しては初心者なんですよ。で、ただご縁があって今日も来てるんですけど、父親がアバルト乗りで、そういったご縁があって声かけていただいて、このイベントには昨年から参加しているんですけど、きっとね、ちょっとゲストがビッグすぎてマーク T さんが緊張しちゃうから、私が今回 MC を担当するという流れになります。なるほど。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で、私のお二人との関係なんですけど、まず谷口選手とは初めましてって言おうとしたんですけど、実は一方的にお会いしてまして、というのも仕事でカー・オブ・ザ・イヤーの取材に行ったことがあるんですよ。なので昨年選考委員されていらっしゃいますよね。そこで勝手にお会いしているという。袖ヶ浦で？そうです。袖ヶ浦じゃないです。どこ？竹芝かな。最終選考会で発表される時ね。あ、そうです。なるほど。はい、なので2度目ましてということでよろしくお願いします。その説はお世話になりました、一方的に。で、赤塚さんとは昨年この会場でお会いしまして、そうなんです。マクティさんからはマフラーのスペシャリストというふうにご紹介いただいて、かなり変態に近いマフラー愛を紹介。首に巻くのが得意とか。うちのマフラーも毎日大体寝てるぐらいの。なのでそのマフラーをね、今日聞けたらなと。面白いじゃん。首に巻くタイプのあの感じのマフラー出してよ。あ、それもいいですね。ちょっと考えてみます。最近さ、いろんなパーツメーカーあるじゃん。トラストとか、透明パールとか、いろいろさ、この自社のパーツ部品を使ってなんか出してるじゃん、いろいろ。例えばマフラーのチタンのマグカップというかカップだったり、置き時計だったり、エチケースも負けじとマフラーやっちゃうか。実はもうすでにやってらっしゃるところもあって。マジで？マフラーF 社さんが。 F ってどこだ？御殿場にある藤坪さんがもうマフラーのマフラー？あ、そうです。マジか。遅かったか。そういうグッズ展開もあるんですね。割と最近はそうですね、いろんなキャンプ用品とかやってらっしゃるところもあったりとか、多分今までやっているマフラーの技術とかを応用して。じゃあ今日ね、ここで今皆さんだったりこれを見てらっしゃる方になんかアイデア募集しよう。あ、そうですね。そのなんかちょっとシャレの効いた車の部品、エッジケースが作れそうなエッジケースのラインナップしてる、例えばこのサスペンションのこのパーツからこうイメージできるね。そうですね。どっかのね、どこだったかな、ビッキーさんっていう板金屋さんがあって、俺のヨタ8をね、板金してもらった埼玉の板金屋さんの事務所に入ると、普通の丸い椅子、ちょっとコーヒーカウンターにあるような、ちょっと背の高い丸い椅子でしょ。あれの下に車庫帳、エチケースの車庫帳がついてた。本当ですか。1個多分事故車から1個余った車庫帳かなんかを再利用してもらって、再利用してここにサスペンションダンパーの上に椅子がついてて、その上に座る感じになったよ。それはなんかサスペンション機能あるんですか。まあ人じゃなかなか縮まないよね。ただ問題はそれをエチケースが出すとまあまあ高いと思うよ。結構しちゃうと思います。だって1本それなりにするもんね。結構しますね。事故車から余った分でやるからいいわけだってね。そうですね。再利用してもらうにはいいと思うんですけど、新品で出すとちょっと。でも例えばよ、シャレで作ってみたら、世の中広いから欲しい人いるかもしれないよ。そうですね。でも本当に別にダンパーの動かなくてもいいじゃん、別に。そうですね。中身すっからかんでも、
あのケースとスプリングとはいアッパーみたいな感じさえ出てりゃはいいいじゃん、いいですね HKS ロゴ入って、はいハイパーマックスっつって。でもなんかこんなの欲しいなんていうご意見いただければ、そう、とりあえずねなんか皆さんからアイディアいただきたいね。そうですね、うん新しい企画として、うんなんかちょっと我々が知らなかったなんですかね HKS の魅力みたいなのをうんちょっと教えていただけるとありがたいですね。もうすでにね、谷口選手がアドバイザーのような関係性に見えたんですけど、そもそもお二人の関係性っていうのはどういった僕はね始まりだったんですか。はい HKS の相談役なんで、相談役。自称自称。でもいろんなご意見いただいたりとか、その市場の中での HKS の立ち位置とか、ただ社内にいてはわからないようなことをいろいろアドバイスいただいたりとか、また普段の商品の開発とかももちろんテストドライバーとして乗っていただいてそう、る僕は HKS のドライバーとして2002年からドライバーして2001年からサポートを受けてるんで、はい。もう23年なんですよ HKS との付き合いが。だから僕はこんな頃からもう付き合ってるんで。あれ？あれ？今あれ俺いくつだったっけ？いろんな計算があと53だ俺今。あってなると、うんでももう30ぐらいからの。そう30歳ぐらいからうん。HKS と共に歩んできてるんで、はい、その中でも長いんですよ。赤塚さんとは最近っていう。赤塚なんてもう最近でしょ？割と最近です。僕一番初めに、んお仕事でちゃんとお話しさせていただいたのは多分2017年で、うん多分シビックのタイプ R のプロジェクトをやってる時に谷口さんに筑波サーキットでちょっと乗っていただいて、うんそこからいろんな車お願いしたりとかでアバルトもこの前袖ヶ浦でおそうですよ願いして、ね。ノブチャンネル拝見しましたが、拝見しましたって1回見ただけだな。 1.5回ぐらいですかね。一つのネタを2、3回見るようにお願いします。承知しました。その時にアバルトは初めてっていう風にねおっしゃってたと思うんですけど、うんうん実際に乗られてみていかがでした？コンパクトだなと。褒め言葉。コンパクトだとね、ごめんなさい、素人なもので。いやいや違うじゃあボケ足りなかったね今ね。はい、真面目に言うとこんな見た目しておきながら結構ちびっこギャングだなっていうのが印象ですけども、ザ・ターボみたいな感じの加速して、いい意味で今時っぽくない乗り味で、僕らが育ってきた車好きの感性の頃の味わいのままだなみたいな、今時もっと進化してるのになと思いながら褒めてますよ。褒めてます。褒めてますよ。持ち味ですもんね。はい。実際にそのちょっと、ぶっちゃけちょっと足りない感、ちょっとその時代遅れ感みたいなところが味っていうところかなとは思いますけど、でも不満点でいくと走る時に安全装備がやっぱしっかりついてるもんで、皆さんが危ない目に遭わないようにどうしても電子デバイスが介入してくるんですけど、それが僕的には邪魔なんで、そこはね切れるようにしてほしいなと思うんですけど、皆さんがいかにこのアバルトにね信用されてないか、メーカーにお前たち下手だから安全装備なんか切らせねえよっていう感じでね、いや切らせてよっていうところをね、ちょっとぜひみんなで声を大にして届けてほしいですけどね。実際にね走られてるところ、マクティさん撮影で行かれてましたけど、そうですどうねでした？すごくラインが綺麗で、もうね時の初めてタイプ R 試乗されてたんですよね。そうですね。そうですね。袖盛りで。袖盛り。はい袖盛りって言うんですね。なんか動物の森みたいなことですね。すごい可愛らしい感じのおいでなんだっけ。おいでよ動物の森、森集まれ動物の森もありますね。あつ森？厚盛りみたいな。袖盛りで。はい。はい。袖盛りって言うんだ。そうです。なんておっしゃるんですかいつも。袖ヶ浦。袖ヶ浦ですか。でその時に乗ったのがサーキット用だけれども、実は今日 HK さんのストリート仕様もめっちゃ乗り心地よかったんですよ。乗ったんですけど、ぜひ皆さんね今日乗るのタダですから
乗り倒して帰ってください。あの辺試乗車あるんで。ありがとうございます。ね。そうですね。今日は試乗していただきます一応ので。今日赤塚の使命としては最低200人は乗せるようにと。今どのくらいなんですか？今何人？まだ3人ぐらい。 3人、あと197人乗せてこいよ。残り時間ないぞ。今日そうですね。あそこ帰れないです。のエスプレッソで負けてたぞ。そうですね。行エス列プレッソめっちゃできるぐらい。並んでたのに。うちは HKS ちょっとまだの HKS の足もぜひ並んでもらって乗ってもらって、ぜひ乗っていただいて、多分よ、乗ってよって言うと、なかなかみんな腰重いから、はい、乗ってくれたら何かあげるからって言ったら乗るんだよ。ああ、なるほど。もういろいろ配るぐらい。物で釣るんだよ。赤須賀さんパワーでいけそうですか？ぜひ、まあちょっとなんか頑張ってみます。あ、今日ね、あれなんですよ。あれそれにしようよ。はい。今日試乗してくれた人の中から抽選ではい1名にはい。あれあげようよ、あれ。それから帽子も準備してるので、帽子でもいいですか？あれの方がいいじゃんよ。あれでいいですか？さっきね、はい HKS のブルゾンに僕サイン入れたんですけど、はいそれをね、抽選であげちゃう1人。ありがとうございます。勝手に変えちゃった。急遽ちょっと変わりました。持ってきて。はい。ちょっと待ってください。だからぜひ試乗してみて。どう考えたってまだ3人しか乗ってないからまずその3人の方ここいらっしゃいます？いないですね。いないですね。今から乗った方、超高級なプロなんじゃないですか。ちょうどこれからの季節用のはあったかいジャケットです。はいで、谷口さんのサインも入れていただいてい、ます。はい、これをね試乗してくれた中から1名の方にあげるんで、ぜひたくさん試乗してください。試乗者が増えれば増えるほど倍率が上がる。どんどんね上がっちゃいますね。でも乗らないことにはもらえないんでね。多分200人は乗らないと思うんでまあまあな確率で当たりますよ。ということで、ありがとうございます。この後試乗したい方は希望者こちらに来てね、手を挙げてください。ぜひ声かけていただければはい、お願いします。お願いします。で実際に指導した時も動画回せたんですよね。回してました。はいこの後 HKS の YouTube に載りますんで、今日の夕方ぐらいに上がる。早っ。ちょっと頑張ってみます。なんとか。ぜひそこでいろいろお何か。前今全然達成する気もない頑張りますって言ったらちょっとバレちゃいました。こんな感じはいで試乗中もいろいろアドバイスが出たってことですよね。そうです。いろんな、インプレッションちょっとお話しいただいて、その詳しくはまた動画見ていただいて。うん、でも実際、多分皆さんに乗っていただいて、うんフィーリングを感じていただくのが一番いいかなと思いますので、でもここにいる方に伝えるとなると、やはり一番、ね、話題に出たのは車高をやっぱり下げたいから足変えるパターンが多いじゃないですか。ね、そうですね。もちろん運動性能を上げたいっていうところもあったりするけど、まず第一段階として車高を下げたいななんて、見た目かっこよくしたいなっていう思いが大体強いじゃないですか。そうですね。で下げるとリアのバンプストロークがこの車はすごく少なくなると、ほぼすぐバンプラバーに当たるような状態になってしまうと。でそれをバネレートを高くすればバンプストロークを少ないところで使うようにできるけど、一応このストリート仕様が5キロ5キロというバネレートだから、ストロークはそのバネとしてはストローク出ちゃう。で、底付きというかそのストロークした時に当たってしまうところに HKS が独自で開発したちょうどいい硬さのバンプラバーが入れてあると。だからそのバンプラバーがただ底付き防止のためのストッパーじゃなくて、心の中にいいグミみたいな吸収するバネレートを補うような5キロから先の底付きまでのところにバネレートアップしたものが入っているようなニュアンスのものが入っているところをぜひちょっとこの後体感していただいて、結構ねあの辺でボーンというギャップもらってもこうゴーンみたいな底付き感は一切なく、全然こうなんか今このギャップを構えて乗ったけど全然ゴーンとならないねみたいな感じで、とはいえこういう操舵感はね、じゃあ物足りないかとそんなこともなくて、ちゃんと欲しいところはあって乗り心地もカバーされているという、これぐらい言っとけば大丈夫ですか？ありがとうございます。もうそれだけいただければ、もう想像以上に言っていただいてるんで、とりあえず乗っていただきたい、これが目的でも構わんからもうぜひ皆さんこれをはい、そんな感じでね、とうございますHKS の
あっちに誰が受け付けるの、その市場とかって。ちょっとまた受付は全く市場のやる気のねえじゃんか。HKS スタッフさっきいっぱいなどこ行ったんだよ。並んどるかな、コーヒーもらいに。すいません。頼まの休憩タイムでなんかいっぱいいたはずなの、朝 HKS の人。じゃあ学長の後にね、ぜひ一人もおらんでこれ。仕事を。あの辺おるやん HKS。あ、みんな見てますね。はい。じゃあはい、市場の受付、あれ聞いてないな話だから。よろしくお願いします。すみません、まあ、撮影後にまた受付作らせてもらいますんで、またよろしくお願いします。で、あと市場といえば今日本当に谷口さんお忙しくてたくさん車乗られてたじゃないですか。私と一緒に乗ったのがチェンクエチェントですよね。そうカットするからいいって社内でもすごい連呼されてて、女子3人どうしようかと思ってバラすなバラすな、カットするんだから。そう生配信ないって言うからもうバラしちゃおうと思って。すごい後ろの声が聞こえてたんだよね。お笑い声が。なんて？チンクエチェント。チンクエチェント。はい。で相性がチンクチンク。あ、そこを聞き間違えただけなんだよ。チンクチンク。年食ってくると耳がさちょっと悪いよね、耳悪いですね。悪いよね。いいようにできてますね。だいたい目が悪くなってきて、はい、で耳悪くなるでしょ。なんなら鼻も悪くなってきてね。しまいには口も悪くなってくるっていうね。嫌ですね。やだ。困ったもん。すぐよすぐ困ったすぐあれ確かに口も悪くなってきたってなるから。気をつけようと。はい、で一緒に乗らせていただいたんですけど、どうでした？まず私サイズ感に驚いたんですけど、僕の後ろに座ったから、はい、なんだろう、テトリスの一つのピースみたいになんかこうなってたよ、なんかね。あでも私身長150センチなんですけど、私サイズというか私は乗ってぴったりだなっていう印象で、運転席の後ろに座ったんですけど、シートを前回まで下げたんですよね、谷口さんが。前回かどうかわかんない、俺がやってないから。ほぼ下げたんですけど、私全然膝入りました。なので小柄な女性とかにはぴったりかなって思ったんですけど、大柄な男と小柄な女性ね、いい感じで収まりは良かったなと思ったんですけど、とにかくあれ乗った印象としては、運転しながら頑張れとしか思わない。おい頑張れっつって。でもすごいゴールまで頑張ろうみたいなぐらいしか思わないのと、ブレーキペダルがどうしてこの向きにつけたんっていう作った人に言いたいのが、アクセルからこう足をこう変えたら踏めなくて、一回足を上げてこう踏まないと踏めないんですよ。もう長い足を振りかざして、ほんでペダルとペダルがものすごい近いから、俺の靴だったらこの1個で3つ踏めそうな勢いなんですよね。だからペダルとペダルの隙間を縫ってこうって踏まなきゃいけなくてっていう、褒めてますよ。褒めです全部褒めですよね。ほんでまっすぐ走らないし、なんかもうふにゃふにゃで速度出す気にならないし、なんかほんとね褒めてますよ。何度も言います。はい、愛くるしい感じでした。でもオーナーさんが感動してました。私の車なのに、自分の車なのに普段乗ってる乗り心地と違うと。やっぱりそれは谷口さんのこの運転のあれはね、HKS の足が入ってるんですよ。笑ってるで。笑ってるで。素晴らしい契約ドライバーさんですね。そうですね。もう全部差し込んでもらう。でもね、運転するときに気をつけてることとか、もうすべてこう部品のこの今何が動いてるっていうのを想像して運転してるから全部こうはまるんだってお話されてましたよね。僕はね、車に愛情を持って接してるんで、基本車が嫌がることはしたくないんですよ。なので、なるべくこの車から出てる声を聞いてあげようという意識で乗ってますけど、はい。そうですね。谷口さんは割と開発のテストの段階でも、そのパーツがどう動いているかっていうのを理解していただいているので、すごく分かりやすく開発に伝えていただけるんですよね。なので、車がちゃんと、本来持っている性能を生かしきれるような動きができるかどうかとか、そういった風な目線で見ていただけるので、開発側としてもありがたくて、とてもやりやすいですね。そして一番最初にご自身のチャンネル内で乗った車がツーシーターっていう名前の車乗りました。リポストですね。リポスト。公道を走れる競技用のっていうやつ。エアコンもなかったという。どうでした？ちょっと待ってよ。公道を走れるツーシーターそんな珍しくないよ。まあ確かにそう。アバルトの中で。いや珍しくないよ。あら。
何がじゃあ珍しい124とかも2シーターでしょ、多分ビポスト自体はアバルトの中では限定車で珍しい車なので、多分そういう意味では、なかなかない、2個しか椅子がないのが珍しいってことね。あの車の珍しいところドッグミッションのですね。どうでしたドッグミッションは？犬作戦直訳っす。直訳ですね。ドッグミッションね、それはノブチャンネル見ていただけたら、そうですね。はい、そちらでぜひ。はい、動画も公開されますので。でもね、もうこのこと言ってすごい良かったよって言っても、みんなどうせ私もじゃあドッグミッションにしようとかって思わないでしょって、ね、ただドッグミッションなのにめちゃくちゃ静かで、普通うるさいんですよレーシングミッションって、ヒュイーンヒュイーンっつってヒャーヒュイーンヒャーみたいな感じでギア鳴りがすごいんですけど、全然静かでスコスコ入りやすいし、本当にレーシングミッションと街乗りのミッションのちょうど間の辺ぐらいの使いやすさとかフィーリングがめちゃくちゃ入りやすくていいし、すごくだから無駄にギアチェンジをしてしまうといらんのにそこでそんなにせんでいいのに無駄にギアをガチャン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 ってやっちゃうっていうね、こっちだったね、やっちゃうという感じですね。そしたら実は皆さんに質問もいろいろ募集してたんですけど、やっぱり今日アバルトフィアット乗りがたくさんいらっしゃるので、谷口さんは、アバルトフィアット購入は考えてないのかっていう質問をいただいてたみたいなんですけど、今日さっきさ、僕まだ知識もあんまなくて、さっきのその何子なんだっけチンクチンク攻めますねカットしてもらえるんでライブじゃなくてライブじゃなくてそこなんかチーンって音だけ入れてもらえたら、面白くしていいチーンですけど、チンクチンクですね。はい、はい、購入金額を聞いて目ん玉飛び出そうです。なんかそうですね、最近どんどん値段が上がってるみたいで、はい、とてもじゃないけど予算オーバーですね。いやまさか待てうちの懐事情知らんだろいやもう火の車ですよ。レジェンドじゃないですか。火の車。車のその魅力的には小さい車はお好きっていうことだったんですけど、その観点で言うと、これ似たような車を持ってますよね、今目下製造中で維持カスタム中でしてる人いますね。バター色のね、バター色のこの形の車あって、今ここにさ、あそこリアディフューザー、あそこに HKS あるでしょ。あれこれいくらすんのってあれつかないかななんて思ってて、さっき聞かれてましたよね。そうですね。どうですか、せっかくなので告知の方、そうですね、新しいエアロも発売していて、今日車につけて展示もさせていただいているので、またぜひ見ていただければ、もう本当に買ってつけていただくだけの状態にしてありますので、この車高でもコンビニの輪止め気にならないね。大丈夫ですね。はい。せっかく高いのつけてコンビニの輪止め引っ掛けたら嫌じゃんね。そうですね。もう本当にもともと持ってるアバルトのデザインを崩さないような、さりげない感じのボリュームにしてありますので、本当？はい。まあ攻めてるよね。HKS の中では控えめな感じですね。あとはその今までの HKS のエアロの技術をいろいろ盛り込んでいて、もちろんね、隣に比べたら地味だけどさ。そうですね、だいぶ正反対のイメージかもしれないですね。はい。じゃあ結果的にアバルトはじゃあしばらくは購入は考えてない。高い結構お値段するじゃないですか。でもなんかそこにこうロマンを覚えるって私は聞いてたんですけど、どうなんですか。車好きなもんでいっぱい欲しいんですよ。どんどん増えてて、今大体みんなに買えるのは何台ぐらい持ってるんですかって言われるんですけど、今20台ぐらいあるんですけど、でもそれでもまだ欲しいという変な癖があるもんで、欲しいものリストがこうあるわけですよ。でここまでまだ全然遠いまだね、ここで言うのも雰囲気悪いですけど
124スパイダーは欲しいものリストに入ってるんですよ。おーはい、NC ロードスターか124スパイダーかどっちか欲しいなっていうのはあったり、なんか2シーターオープン欲しいななんて思ってるんで、そこに S2000 もいるもんで、まあなんかいい出会いがあればなみたいなところはあるんですが、まあ向きになって探してはないんですけど、僕の中ではいろんなものが縁だと思ってる、縁だと思ってるんで、はい、縁もだし縁もだし、はい、そうそう。まあ車買うのは買ってもその後ね、僕はいじりたがりという癖を持ってるもんで、そこでお金かかるし、維持費ってやつがもう大変じゃないですか。駐車場代と税金と保険と、そして車検と、もうその経費がだいぶね、積み上がってるんでね。でなんか減らせばってなるんですけど、いや減らせるのないよなっていうところなんですよね。話がそれましたがリアルな話が聞けましたね。縁も竹縄ですが、縁の竹縄ですが、ちょうどお時間もいただきました。はい、ね、ぜひご覧の皆さんに感想もですけど、ね、今日の感想とメッセージを最後にいただいてもよろしいでしょうか。ですね、今日はね、この会にお招きいただきまして、こんなね、ミーティングというかオフ会というかね、アバルトと何フィアット500とこんなに集まるんだということと、最初天気予報はもうずっと台風のせいで雨言ってたじゃないですか。それはみんなの思いがすごいのか、僕の日頃の行いがいいのか分かりませんけどね、こんな好天の中でここに皆さんの前に来れてよかったなと。でたくさんの方がね、ノブチャンネルと言ってないな、 YouTube 見てますと言ってくださったんで、ノブチャンネル見てくださいよYouTube を見てるって言ったらノブチャンネルじゃない可能性高いですよ。ビデオオプションとカープライムとレブスピードとなんやかんやいろいろあるんでね、ぜひノブチャンネルの方をね、見なくてもいいんでチャンネル登録一旦していただいて今していただいて、はい、今からちょっと増えることが見てますんで、数がまもなく40万人とかで、 40万。 40万目指して皆さんにかかってますので、そんな言って33万だよまだ。次34万だからまだまだ。今日で40万いけるかな。そうですねはい、よろしくお願いします。お願いします、ということでスペシャルトークショーありがとうございましありがとうございまた。ありがとうございました。それではどうも今日ははいありがとうございました。ありがとうございましたじゃあこの後会場もまたよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。